遅延ステートメントの使用方法について説明します。遅延ステートメントは、シミュレーション中にロボットプログラムの実行を遅らせることができるステートメントです。ロボットを使用するため、E カタログから配置します。タイプ別モデルの下にあるロボッツを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックし、ジェネリックアーティキュラテッドロボットをダブルクリックします。3D ワールドの原点に、ジェネリックアーティキュラテッドロボットを配置しました。プログラムタブに移動し、マニピュレーショングループのジョブにしてロボットを選択します。ロボットのメインプログラムに遅延ステートメントを追加します。遅延ステートメントをクリックすると、リレー 0S という項目が追加されます。遅延ステートメントを使用することで、プログラムを秒単位で遅延させることができます。ステートメントプロパティの遅延を2秒に設定します。500ミリ秒を設定する場合は、0.5 と入力すると設定することができます。今回は2秒と設定し、遅延した後にロボットを移動させます。ロボットの先端の矢印をドラッグし、移動した後に核軸保管ステートメントでその位置を指定します。プログラムエディターで核軸保管ステートメントをクリックすると、最初に遅延が発生し、ロボットが P 位置に移動します。シミュレーションをリセットし、ロボットを初期状態に戻します。シミュレーションを再生すると、ロボットが2秒間停止し、P 位置に移動します。シミュレーションをリセットします。ロボットのシグナルを使用した遅延ステートメントの使用方法を説明します。ホームタブに移動します。ロボットの出力信号に応じて、動作のオンとオフを切り替えるコンベアを作成します。E カタログのタイプ別モデルの下にあるフィーダーズを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックし、ベーシックフィーダーを 3D ワールドにドラッグ&ドロップして配置します。フィーダーのインターフェースにコンベアを接続します。タイプ別モデルの下にあるコンベアを展開し、ビジュアルコンポーネンツをクリックし、コンベアをドラッグ&ドロップで追加します。マニピュレーショングループのジョブを使用し、コンベアをフィーダーに接続します。コンベアを制御するためにコンベアモーターを接続します。E カタログのコンベアユーティリティーズをクリックし、コンベアモーターをドラッグ&ドロップで追加します。コンベアモーターはコンポーネントに接続すると、接続されたコンポーネントのパスを制御する設定がされているため、コンベアモーターのシグナルのオンオフによって、コンベアに動作をオンオフすることができます。PNP を使用し、コンベアに接続します。コンベアモーターをドラッグし、コンベアに近づけると、緑色の矢印が表示されます。コンベアに接続されると、青い矢印になります。PNP が選択された状態で、モーターをパスに沿ってドラッグすると、モーターを別の位置に移動できます。モーターに緑色の丸が表示されていますが、これはモーターがオンになっていることを意味しており、オフになると赤色に変化します。シミュレーションを再生すると、コンポーネントが生成され、コンベアに沿って移動します。パスがオンになっているため、移動することができます。シミュレーションをリセットします。モーターとロボットのシグナルを接続し、ロボットがシグナルを送信することで、パスのオンとオフを切り替えることができます。プログラムタブに移動します。マニピュレーショングループのジョブが選択されていることを確認し、ロボットのプログラムを変更していきます。プログラムエディターの P1 への核軸保管ステートメントを削除します。ステートメントを選択した状態で、デリートキーまたは右クリックし、メニューから削除を選択することで、ステートメントを削除することができます。遅延ステートメントも削除します。モーターとロボットのシグナルを接続するために、接続グループの中にあるシグナルをクリックすると、シグナルエディターを表示することができます。シグナルエディターの右上にある展開ボタンをクリックすると、表示、非表示を切り替えることができます。モーターシグナル横の丸をクリックしドラッグすると、ワイヤーを表示します。ロボットの出力にカーソルを合わせると、緑色のチェックマークが表示され、
シグナルをロボットの出力に接続できます。シグナル番号を変更するため、シグナルエディター出力の0をダブルクリックし、65と入力し、エンターキーを押すと、モーターと接続されているシグナルが出力65に変更されます。もう一度接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを非表示にします。ロボットからシグナルを送信するために、ロボットのメインプログラムにセットバイナリ出力ステートメントを追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントを65に変更し、出力値のチェックボックスにはチェック不要です。シミュレーションを再生すると、シグナル65の値がフォルスの状態で出力します。シミュレーションを一度リセットし、再度再生すると、コンポーネントがコンベアに沿って移動せず、モーターの緑色の丸が赤色に変化しています。オフにした後、パスをオンにするために遅延ステートメントを追加します。シミュレーションをリセットし、遅延ステートメントをクリックし、メインプログラムに追加します。ステートメントプロパティの遅延に5と入力し、5秒遅延させます。パスをオンにするために、セットバイナリ出力ステートメントをもう一つ追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに65と入力し、出力値のチェックボックスにチェックをつけ、値が True になるようにします。シミュレーションを再生すると、開始時にパスがオフになり、5秒後にパスがオンになりました。遅延ステートメントの使用方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。